お前、仕事サボって何やってんだ。さっさと戻ってきて俺の雑用仕事をしろ。電話口から響く店長の怒声。日頃から高卒の俺を目の敵にしては奴隷のごとく扱い、雑用を押し付ける店長であるが、今日はいつもに増してお怒りらしい。俺が訳を説明しようにも全く聞く耳を持たない。お前みたいな仕事のできない高卒社員、人の倍働いてやっと半人前だろうが。すみません。報告をするタイミングがなくて、連絡が遅れたことは謝ります。だが俺のそんな一言では、店長の怒りは解けなかったらしい。すみませんの一言で済まされるなら、警察なんかいらないんだよ。自分の駒遣いが戻ってこず、大変ご立腹らしい電話の向こう側では、店長がますます大声を上げて怒鳴ってくる。それはスピーカーにしたのかと勘違いしてしまうほどで、怒声は外へも漏れ聞こえていた。いつもならばそれで俺は萎縮し、彼の言いなりになってしまうのだが、俺はちらりと向かい側に座る人物へ目をやる。店長は俺を怒鳴りつければ怒鳴りつけるほど、自分の首を絞めることになっていっていたのだ。俺の名前は佐々木和信。全国に展開する大型家電量販店に勤務している。俺は高卒で今の会社に就職した。目に見えてわかるような派手な成果は出していないけれど、真面目にコツコツ働くことには向いているため、幸いにして今の職場でも一定の評価を得ている。先輩方も面倒見がよく、活気がある良い職場で、俺は働きがいを感じていた。だがある日、いつものように出勤すると、何やらその雰囲気が重苦しかった。俺は不思議に思い、店内の棚出しに取り掛かろうとしていた先輩を手伝いがてら訪ねてみた。彼は俺の教育係としてついてくれていた人で、今でも俺の良き相談相手として様々なアドバイスをくれる尊敬すべき先輩だ。おはようございます。なんか今日皆さん変じゃないですか？ああ、おはよう。ほら、もうすぐうちに新しい店長が来るだろ？で、誰が来るか、耳の早いやつがそれを早速聞いたらしいんだけど、それがちょっと問題のある人でさ。なんでも、今度の移動でやってくる新店長は、後藤という人物らしく、それがまた異常に口うるさく、いたけだかな性格のようで、100人前から皆がげんなりしているのだという。確かに後藤さん、優秀な人ではあるんだよ。ライバル企業からうちの上層部が引き抜いたって噂だし、でもその代わり、他人に対するより好みが激しいらしくて、目をつけられたら地獄だって。そんなに？普段は何事もおおらかに構える先輩が、ここまでのことを言うのだから、その後藤何がしという人物に対しての噂も、きっと大げさなものではないのだろう。けれどたじろぐ俺に、先輩が元気づけるようにして笑顔を向けた。まあ、それでも俺たちは俺たちの仕事をするまでだけどな。じゃ、今日も元気に頑張ろう。はい。そうだ。先輩の言う通り、自分たちは自分たちの仕事を誠実にこなすことこそ大事なのだ。そうして俺はその日も元気に接客へと励んだのだった。だが数日後、この店の新しい店長としてやってきた後藤さんは、噂通りの厄介な上司であった。私がこの店に来たからには、売上前年比 120% 達成はもちろん、仕事の遅い社員に対しては徹底した指導をしていくので、そのつもりで皆さん効率よく働くように。まるで軍隊の隊長のようにして、そう声を張り上げた後藤店長に、皆、おとなしく返事こそ返したものの、その顔つきはこれから先の不安でこわばっている。そして朝礼が終わり、皆が解散していく中、自分の持ち場に戻ろうとした俺は、後藤店長に呼び止められたのだった。おい、佐々木。はい、何でしょうか。もしかして俺が早速何かしてしまったのだろうか。そう不安に思いながら居住まいを正す俺を、
後藤店長は意味ありげにじろじろと見てくる。そして彼は言った。お前、高卒なんだってな。売り上げもパッとしないみたいだし。高卒はその通りです。すみません。売り上げについてはもっと努力します。実際、俺の個人売り上げは可もなく不可もなくといったところだ。それにお客様の要望などをしっかりと聞き出し、時には高級商品よりも比較的安価で、けれど要望に合った商品を勧めることもあるため、店に貢献しているかと言われたら、全くもって自信がない。すると俺の返事を受け、後藤店長がふんと小馬鹿にしたようにして鼻を鳴らす。高卒が努力したところで、たかが知れてるだろう。それよりお前、今日から私の雑用係をしろ。突然そんなことを言われ、俺が思わず驚いて首をかしげると、後藤店長はたちまち苛立たしげにこちらを見やると、舌打ちを落としてくる。言われたことは一回で覚えろよ。本当に仕事できないやつはこれだから。いいか、今日からこの私が直々にお前の指導をしてやるって言ってんだ。感謝しろ。お言葉ですが、私にも自分の持ち場があるのですが、わけがわからないながらも俺はそう反論するが、後藤店長は聞く耳など持ってもくれない。だから、俺の雑用をしながら持ち場の仕事もしろよ。幼稚園児じゃねえんだから、それくらいできるだろ。ほら、そう決まったんだから、さっさと動け。いつまでぼーっとしてんだ。これだから高卒は、と吐き捨てて、後藤店長はそれきり俺に背を向けてフロアを出て行ってしまった。おい、佐々木、大丈夫か？心配して寄ってきてくれた先輩に、俺はひとまず曖昧にうなずく。はい、仕事ができる方から指導いただけるのは、俺にとっても勉強になりますから。そう言って、空元気ではあるが、笑みを浮かべた俺を見て、先輩は気遣わしげに眉を寄せた。何かあったらちゃんと言えよ。はい、ありがとうございます。しかしそうは言ったものの、それから俺は毎日毎日、後藤店長に様々な雑用を押し付けられる羽目になった。中には、明らかに店長が対応しなければいけない仕事も紛れていたが、そ知らぬ顔でこちらに全て押し付けてくるものだから、俺がそのことを指摘する隙もない。俺は自身の仕事に加えてそれらをこなすため、このところは残業続きである。それもうっかり仕事が終わっていなかったりしようものなら、後藤店長はあの調子で散々俺に説教してくるのであった。さて、そんな日々が1ヶ月ほど続いたある日、俺はまた後藤店長にバックヤードへと呼び出された。ここ1ヶ月ほど様子を見ていたが、やはりお前は若手の中じゃ一番出来が悪いな。わざとらしいほどにため息をついて、彼はそんなことを言ってくる。確かに俺は以前から売り上げそのものはパッとしない。だがお客様アンケートではたびたび名前を出して褒めていただくこともあるし、またわざわざ俺を指名して店舗へ足を運んでくださる方もいて、後藤店長が何を思って出来が悪いというのか、俺にはよくわからなかった。それでも売り上げ自体が上がらないのは事実である。このところは言いつけられる雑用に時間を取られ、自身の持ち場がおろそかになっている自覚もあるため、俺はおとなしく頭を下げた。すみません。だが、いつもはここでもう一つ二つ嫌味と説教を食らうわけであるが、今日は珍しく趣が違っていた。後藤店長はどことなく探るように俺を見ると、それからこう続ける。謝るだけなら誰だってできる。それよりお前には課題を与えてやる。このところ、店舗自体の活気も低迷している。そこで何かしらのプロモーションをしようと思っているんだが。そこで彼は一旦言葉を切り、俺をじろっと見合ってきた。そのプロモーション案をお前が考えろ。私ですか？でも店舗のプロモーションなんてそんな大事なことを。後藤店長曰く、俺は
一番出来が悪いそうだし、何故彼がそんなことを言い出すのか、俺にはさっぱり理解できない。だが戸惑いから目を丸くする俺に、後藤店長はもったいつけたようにして続ける。これは私の指導の一環だ。また、お前に与えるチャンスでもある。良い案を持ってきたら、私の雑用係からも卒業させてやるよ。どうだ？やるのか、やらないのか？そう迫られ、俺は今度こそ迷うことなくうなずいた。やります。プロモーション案を出すのはこれは初めてではないが、店舗全体という規模は初めてだ。大変な分、きっとやりがいもあるだろう。それに後藤店長が気に入るような案を提出すれば、現状甘んじているハードな雑用係からも解放されるらしい。いい加減、雑用にばかり時間を取られるのには、俺もへきへきしていたところだ。それから俺は、過去のプロモーションや他店の成功例などを研究し、自分なりにいいと思われる案を何個か出していった。また先輩にも経緯を話して相談に乗ってもらえるようお願いしたところ、よし、そういうことなら、と快く請け負ってくれた。そうして案を煮詰めていた結果、俺はポイントカードの新規契約数を増やす店舗独自のキャンペーンを考案し、2週間後、その計画書を後藤店長に提出したのである。まあ、旧大店といったところか。帰ってきたのは気のない返事だったが、それでも旧大店はもらえたのだ。これで晴れて雑用係から卒業し、自分の仕事に専念できるかもしれないと俺は内心喜んでいた。だが、その数日後のこと。明日からこの店舗独自のプロモーションを開催します。詳細は紙面で確認するように。配られたプロモーション概要の載った用紙を見て、俺は驚いて言葉を失ってしまった。そこには、俺が後藤店長に提出したプロモーション案が、そっくりそのまま写されていたのである。しかも発案者の名前が、なんと後藤店長となっているではないか。おい、これ。相談に乗ってもらっていた先輩も見覚えのある内容に眉を寄せている。だが俺たちのそんなやりとりをかき消すようにして後藤店長は得意げに顎をそらし声を張り上げた。これは私が考えたプロモーションだ。本社にも報告し、期間限定という形で採用された。これを機に新規顧客にもどんどんアプローチをかけてくれ。まるでこちらのことなど眼中にないといった様子の後藤店長に、もしかしたら彼は最初から俺の出した案を横取りするつもりだったのかとようやく思い至る。案の定、その後、俺が何を言っても後藤店長はのらりくらり、あるいは怒鳴り散らしてこちらの言葉をなかったことにした。結果としてプロモーションは店舗にとってはプラスとなり、新規顧客も獲得できたのであるが、もちろんながらそれもすべて後藤店長の手柄。彼は本社から直々にお褒めの言葉をいただいたそうで、この頃は昇進も近いだのなんだの、そんな噂まで立っていた。一方、俺は相変わらず彼の雑用係として仕事を押し付けられている。プロモーションのことは誰にも言わないから、せめて仕事の量を減らしてくれと訴えてみても、彼はどこ吹く風。しまいには、お前の首なんかすぐに切れるんだからな。などとこちらを脅してくる始末で、俺は次第に抵抗する気力もなくなっていったのだった。そんなある日のこと、午前中から後藤店長の仕事を肩代わりさせられて、ヘロヘロになりながら入った昼休憩時、俺は店舗駐車場の片隅で具合の悪そうな年配の女性を見つけ、駆け寄った。大丈夫ですか？そう声掛けするものの、帰ってくるのはヒューヒューという呼吸音だけ。顔色が悪く、油汗も浮かび、なんとも苦しげだ。俺は迷わず救急車を呼び、女性に付き添うことにした。病院に着くと女性はすぐに緊急処置室へ運ばれる。女性の家族にも連絡を取っているが、到着まで少し時間がかかりそうとのことで、
またこちらにも話を聞きたいと言われたため、俺はそのまましばらくそこで足止めとなった。職場に連絡を入れると、先輩が電話口へと出た。事情を話すと2つ返事で了承してくれ、後藤店長にも話しておくと請け負ってくれる。だが、それから1時間後のことだった。俺の仕事用のスマートフォンが立て続けに着信を告げたのである。発信者は後藤店長。あまりにしつこくかかってくるため、仕方なく応対すると、電話口からは第一声で盛大な罵倒が飛んできたのだった。お前、仕事サボって何やってんだ。お前みたいな仕事のできない高卒社員、人の倍働いてやっと半人前だろうが。いいからさっさと戻ってきて、俺の雑用仕事をしろ。スピーカーにしてしまったのかと思うほどの大声に、思わずスマートフォンを耳から離す。そして俺はできるだけ静かな小姉で返答した。すみません。連絡してあったと思うのですが。そう言った後、ちらりと目の前の人物へ視線をやり、後藤店長へ続ける。実は今、社長がここにいらっしゃいまして。状況を説明しようとするが、自分の駒遣いが戻ってこず、大変ご立腹らしい電話の向こう側では、後藤店長がますます大声を上げて怒鳴ってきた。はあ、なんだって？社長って何の社長だよ。いいか、支離滅裂な言い訳をしている暇があったら。ですから、社長です。本社の。相手につられてというよりは、怒鳴り声が丸聞こえな後藤店長が、それ以上失礼な口を聞かないよう、俺も負けじと声を張り上げた。そう、実は今、俺の目の前には勤務先である家電量販店、そのすべての店舗を統括する本社の社長が、実に上品な仕草でコーヒーカップを傾けているのであった。なんと、俺が助けた年配女性、あの方が偶然社長の奥様だったそうで、社長は会議を抜け出して病院に駆けつけてきたのである。夫人は持病の発作を起こしていたそうだが、幸い発見が早く大事には至らず、今は病室で安静にしているとのこと。そしてなぜか弊社のトップが現れたことに驚き固まっている俺に向かい、社長は丁寧に礼を述べてくれ、またそのまま病院近くの高級ホテルのロビーへと促され、お茶をご馳走されているのであった。電話口では、未だ後藤店長の怒鳴り声が響き渡っている。いっそこのまま電話を切ってもよかったのだが、さすがにそれもどうかと思い、俺はできるだけ冷静に続けた。すみません。職場へその後の報告をするタイミングがなくて、連絡が遅れたことは謝ります。だが俺のそんな一言では、後藤店長の怒りは解けなかったらしい。今さらすみませんの一言で済まされるなら、警察なんかいらないんだよ。というかなんだその言い訳。はっ、本社の社長が高卒のお前なんかに声かけてくるわけないだろうが。そんなことを言われても、そのご本人が今目の前にいらっしゃるのだから、どうしようもないではないか。どう説明したらいいのかわからず、思わず口ごもってしまった俺に、後藤店長はそれ見たことかと、さらに罵声を浴びせてくる。ほんと、お前はバカだな。せめてもっとマシな嘘をついたらどうなんだよ。まあ、仕事のできない高卒社員にそんな高等な真似できるわけないか。おい、いいからさっさと戻ってこい。だがその時だった。佐々木くん、少し電話を代わってくれるかな。向かいのソファーに腰掛けた社長が丁寧な物腰でそう言った。でも、と戸惑う俺へ社長は穏やかに笑ってうなずき、そのままスマートフォンを手に取る。もしもし、佐々木くんは今から私と一緒に戻りますので、ご心配なきよう。そして社長は柔らかいながらも、威厳のある口調でそう伝えると、優雅に電話を切ったのだった。さて、その30分後、俺と共になぜか本社の社長が店舗に現れたことで、社員たちが軒並み目を向いている中、俺は社長をバックヤードへと案内した。後藤店長は大抵、
そこで日に何回も自主的に休憩しているからである。店長、入ります。そう俺が声をかければ、ドアを開ける前から後藤店長の怒鳴り声が響く。やっと戻ってきたな。なんださっきの電話。いい加減にしろ。だがその瞬間、俺の後ろに控える本物の社長に気づいたらしく、彼はそのままの体勢で固まってしまった。仕方なく、俺が社長をバックヤードへ招き入れれば、社長は興味深げに一度室内を見渡し、それから入り口付近で突っ立ったままの後藤店長へと目を向ける。君が後藤くんかい？はい。壊れたロボットのようにしてカクカクと頭を上下させる後藤店長。すると社長は一度ゆったりとうなずいてから、不意にその視線を鋭くさせた。こちらの佐々木くんからあらかた伺いました。君、日常的に部下へ威圧的な言動をとっているというのは、まあ、どうやら本当のようだね。先ほどの電話はあまりにもひどかった。俺の言っていた社長がどうやら本当のことだったと今更ながら気づいたようで、後藤店長があからさまに目を泳がせる。しかしそんな後藤店長を尻目に社長はなおも続ける。それも君、佐々木くんの提出したプロモーション案をそっくり横取りして自分の手柄としたそうじゃないか。そう追い打ちをかけられた後藤店長はさすがにまずいと思ったのか、必死で首を振った。違います。佐々木くんは何か思い違いをしているようでして。おお、思い違いですか。そうです。あれはもともと私の出した案でして、しかし指導の一環として佐々木くんにあの案をどう思うか意見を聞いたのを、彼は意見を出したのだからあれは自分の案でもあると言い張って。ここぞとばかりにまるでデタラメなことを言い出す後藤店長に俺は心底呆れてしまう。そして今更ながらこんな人に自分がこき使われていたのかと悔しい思いも湧き上がってきた。そうですか。私が聞いていた話とずいぶん違いますね。実は道中、社長には先ほどの電話は誰からだったのかと改めて聞かれていた。また後藤店長は日頃からあんな風に部下へ辛く当たるのか、他にも何かあるのではないかと重ねて問われ、俺は洗いざらい店長の問題行動を社長へ話していたのである。だがそうとは知らない後藤店長はさらに意気込んで言い募る。きっと佐々木くんがあることないこと言ったのでしょう。彼は何事も少し大げさに話す癖がありまして、つきましては私に対する嫌疑はすべて事実無根であり。だがとうとうと後藤店長がそう述べていたその時、失礼しますという声と同時にバックヤードのドアを開けたのは先輩をはじめとした社員数人だった。お前ら何をしている？さっさと仕事に戻りなさい。と犬の子を追い払うような仕草をする後藤店長に構わず、先輩たちは真剣な顔で社長の前に並ぶとこう訴えたのである。佐々木くんの言っていることは全部本当です。指導と称して自分の仕事を部下に押し付け、さらに何か口答えしようものならクビにするぞと脅したりして。おい、何を言うんだ。それこそクビにされたいのか？焦って先輩たちを睨みつける後藤店長。だが先輩たちはもうひるまなかった。あなたの脅しにはもう屈しません。俺たちを慕ってくれた後輩を犠牲にしてまでこの職場にいようとは思わない。クビにするならしろ。でもその代わり俺たちだって出るところに出てやる。先輩たちのそんな頼もしい背中に俺は胸がじんと熱くなる。そして先輩は俺の方へ向き直るとこう言った。今までごめん、かばってやれなくて、俺ら自分のことばかりで本当にごめんな。いえ、俺
先輩に助けられたこといっぱいあります。これからもどうぞよろしくお願いします。また、俺と先輩が笑顔を交わす傍らでは、社長に睨みつけられた後藤店長が呆然自失している。そんな店長を冷たく見下ろし、おもむろに社長が口を開いた。さて、後藤君についてはこちらに任せていただいてもよろしいですか？その言葉に、俺たちは一も二もなくうなずく。では行きましょうか、後藤君。ちょうど今、本社には別の会議のために役員たちが集まっていますので、そのまま彼らに話を聞いてもらいましょう。そう言って社長は俺たちへ黙礼すると、後藤店長を引き立てながら、自身の乗ってきた車で本社へと戻っていったのである。さてその後、あれから役員会議にかけられた後藤店長はといえば、行為が度を超えているとして、即時解雇処分となった。ちなみにその処分を受けて、彼はうちに引き抜かれる前の職場へ早々にコンタクトを取ったらしい。おそらくそのままそちらの職場への復帰を目論んでいたようであるが、それは結局うまくいかなかったそうだ。なんと彼はそこでも同じような悪行を重ねていたらしく、社員たちからの猛烈な拒否意見が出たとのこと。もしかしたら、その会社での彼の業績も、俺がやられたことと同じように、誰かの手柄を横取りして積み重ねられたものであったのかもしれない。そんなこんなで、ひとまず店舗には平穏が訪れた。俺たちも以前の活気を取り戻し、今日も元気に店頭に立っている。そういえば俺はあの後、社長から直々にお褒めの言葉をいただいた。あのプロモーションが本社でも高評価とのことで、今は第2弾の準備をしている最中である。お客様に、そして社長に寄せてもらった期待と信頼を裏切ることのないよう、俺はこれからも精一杯自分にできることをしていこうと、改めて心に誓ったのだった。